皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのはアメリカの国防予算についてです。日本とアメリカを比べた場合にこの防衛予算の差というのは非常に大きなものがあります。この差をもとにして現在の国際情勢やもしくは日本のことについて少し考えてみましょう。それではアメリカの国防予算についてのニュースからどうぞ。トランプ大統領宇宙軍創設、一部空軍基地宇宙基地に。アメリカのトランプ大統領は宇宙空間の軍事利用を進める中国やロシアに対抗するため国防権限法案に署名し、アメリカに陸軍や海軍などと同格の宇宙軍が創設されました。トランプ大統領は20日、アメリカ議会で可決された2020会計年度の国防権限法案に署名し、法律が成立しました。この法律は今後の国防政策と予算の大枠を定めるもので、宇宙空間の軍事利用を進める中国やロシアに対抗するため、トランプ大統領が提唱した宇宙軍の創設を認め、予算総額は前年度より200億ドル余り多い、およそ7380億ドル、80兆円余りとなっています。法律の成立によってアメリカに陸軍や海軍などと同格の6つ目の軍となる宇宙軍が創設され、まずはこれまで空軍で宇宙関連の任務に就いていた部隊からおよそ1万6000人が割り当てられるということです。署名の後、トランプ大統領は画期的な偉業を達成した。アメリカに対抗できる国はどこにもいないと自画自賛しました。また、この法律には連邦政府の予算で中国の国有企業から鉄道やバスの車両を調達することを禁止する条項や、ロシアの天然ガスをドイツやトルコに送るパイプラインの建設に関する制裁も盛り込まれるなど、中国やロシアへの対抗姿勢を鮮明にしています。一方で在韓米軍を削減する際には、日韓両国と協議の上、議会に報告を義務付けるなど、政府に同盟国との関係の維持も求めています。一部の空軍基地は宇宙基地に。アメリカで新たな軍が創設されたのは、1947年の空軍以来72年ぶりです。アメリカ軍は GPS による巡航ミサイルの誘導や地球規模の部隊間の通信など多くの活動を衛星網に依存していますが、中国やロシアが人工衛星を狙えるミサイルなどの開発を進めていると危機感を強めています。トランプ政権は創設した宇宙軍を通じて人工衛星の防衛や運用のほか、弾道ミサイルの警戒など宇宙空間を新たな戦闘領域として活動を強化する方針です。今回成立したアメリカの国防費は80兆円。それではこれまでの流れについても少し見ていきましょう。トランプ大統領が就任したのは2017年度。それ以前のアメリカの国防費というのは約60兆円だったわけですが、そこから徐々に増加の傾向にありました。そして今回80兆円まで到達したというのですから、少しトランプ政権の色として、この国防費の増加傾向に拍車がかかっていると見ることができます。最新の国防費の内訳はまだ少し分かっていないので、前年のものを少し見てみましょう。人件費や作戦費などといったものはもちろん当然必要なのですが、それ以外の装備品調達費約15兆円、そして研究開発費約10兆円という内訳になっています。日本の防衛費が約5兆円なのに比べると、アメリカではこの研究開発費だけで、その総額の2倍にあたる10兆円かけているという点が桁違いなものがあります。まず第一に押さえておかなければならない歴然とした事実があります。それは、現在の地球上においては国防予算というものは増加傾向にあります。例えばアメリカ自身の増加傾向というのは先ほど資料を見せたばかりなのですが、同じように中国の国防予算というものも増え続けています。またヨーロッパにおいてもトランプ大統領がヨーロッパは自分たちでもっと国を守るためにお金を使うべきだという要求を行いました。その具体的な要求は GDP 比 2% です。この GDP 比 2% という要求に対してヨーロッパの少なからぬ国が防衛費の増額というものに踏み切っています。こうしてアメリカ、中国、そしてヨーロッパなどで国防予算の増額というものが見られるために全体としても国防予算というものは増えているのです。一方日本の防衛予算というと基本的には少しずつではありますが増えています。しかしそれはあくまでもほんの少しずつで5兆円の枠という中から抜け出すものではありません。GDP 比 1% がまるで見えない天井にあるかのようにして5兆円の枠を決して超えない、あくまでもほんの少しずつ増えるといった程度に過ぎません。アメリカや中国が見せるような大胆な予算の増額というものは日本の場合は全くありません。
なぜアメリカや中国の軍事予算が増大しているかといえば、まず第一に挙げられるのは、最新鋭の兵器に関して言えば、どんどんと高額化しているからです。今回アメリカが創設した宇宙軍にしても、もしくは最新の弾道ミサイルやドローン兵器など、今までになかったような兵器を開発し、配備し、新しい戦術を組み立てていくには大きなお金がかかります。また、地球全土に展開しているアメリカ軍と違い、中国軍は中国領内においてその軍事力を増大させています。そのため東アジア、特に日本はその圧迫を強く感じているところです。もちろん東南アジア諸国のフィリピンやベトナムなどに関しても、その中国からの圧力を強く受けている状態が続いています。こういった世界的な状況を踏まえると、日本も防衛予算をしっかりとつけるべきだというのが私の持論です。また予算をつけるだけではなく、しっかりと法体制としても状況の悪化に対応すべきであり、そのための憲法改正なども欠かせないと考えています。しかし非常に厳しい現実なのですが、日本はアメリカのように防衛予算をどんどんと積み上げていくといったことが非常に難しい状況です。なぜアメリカがこのように軍事費をどんどんと増していくことができるかといえば、それは経済力が伸びているからです。GAFA に代表されるような世界的な企業が次々と現れ、そして勢力を拡大しています。ニューヨークの株式市場に上場されている GAFA のこれらの株というものは、凄まじい勢いでお金を集めていることが明らかになっています。GAFA の株式市場における企業価値は1兆ドル、100兆円を超えるようになりました。これら企業の世界的な展開によって富が集まったアメリカにおいては、雇用率も上昇していますし、賃金の上昇というものも見られます。そのために、米中貿易紛争という非常に大きな経済のブレーキがかかっているにもかかわらず、アメリカの景気は非常に良いと言えることができます。このように軍事力を増大させるための予算というものは、基本的には国力によって大きく左右されるものです。そういった意味において日本はまず憲法を改正すべきだという話をするのは、まず第一に憲法改正には大きな予算というものが必要ないからです。国民的な議論というものは必要ですが、憲法を改正するために何兆円も必要ですよといったことはありません。まずは法体制を整える、その後に防衛予算を増やすといった順番が良いでしょう。そしてもっと根源的な話をすれば、先ほども述べたように、軍事力を増大させるためには国力の増大といったものが欠かせません。ですから防衛予算をしっかりとつけるためには、その前に経済力を伸ばすということが非常に重要になるのです。そして現在の日本の問題といえば、少子高齢化の進展によって高齢者層が非常に増えているということが経済の足を引っ張ろうとしています。一体なぜかといえば、それは社会保障費が毎年自然に何千億円と増えているからです。防衛予算を増やすという以前に、社会保障費は自然と毎年何千億円と増えるのですから、防衛予算を大きな増額をする余裕など現在の日本にはないのです。ですから日本が取るべきなのは、この経済力をいかにして伸ばすかといったところをもっと真剣に考えなければなりません。少子高齢化の問題に関して言えば、まずは少子化対策に力を入れるといったことが大事になりますし、現在の日本の産業構造そのものについても大きな変革が迫られています。日本は中小企業が多く、それらの企業が日本経済を支えてきました。しかし現在の世界市場の動きは強者総取りの世界です。GAFA に代表されるように、勝者こそがその富を全て一手に握るというような世界になっているのです。ですから日本の場合においては、この中小企業をいかにして合併や M&A などによって大企業化していくかというのを政策として後押ししていくのかが重要になるのです。というわけで今回はアメリカの国防予算から日本の防衛予算をいかにして増やすのかといった話について少し触れていきました。単純に日本の防衛予算が少なすぎるから増やせばいいという答えを出すのは簡単です。しかし問題なのは、日本の場合はそう単純に防衛予算だけを純粋に増やすというのが難しい状況です。そのために富国強兵というものを一度しっかりと考え直さなければなりません。日本の国力をしっかりと伸ばせなければ、同じようにして防衛予算もしっかりとつけるということが難しい時代です。そのためには経済の問題についてもっと考えて手を打っていかなければなりません。そういった意味において現在の安倍政権が進めているアベノミクスというのはしっかりと成果を出せていない状況です。本来であれば国会においてはこの経済政策に
最も時間を割いてより良い案というものを練っていかなければならない時代なのに、野党がこれらの問題についてしっかりと討論することが一切できずに、そして安倍政権のアベノミクスについてもっと糾弾することができないというのは、現在の日本の国会の非常に大きな問題だと言えるでしょう。この動画をご覧の皆様は、この防衛予算が足りない、もっと増やせばいいというところまでは、ほとんどの方が賛成できるのではないでしょうか。しかし、一体どうやってそのための予算を作るための経済力を伸ばすかという点については、議論が必要なのではないかと思います。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを残していってください。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方は、ぜひともチャンネル登録していってください。また動画を見終わって考える何かのきっかけになったと思えばぜひとも評価ボタンのクリックもお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。